赤羽にやってきました。今日使うのはソニーの α77 と 35mm f1.8 の単焦点レンズです。ということで、まずはここから撮っていこうと思います。この一番街の門の真正面あたりに立ってシンプルに撮っていきます。たまたま横断歩道でもないところを歩いていた人がいたので、門の真ん中あたりを通過するときにシャッターを切りました。そこそこ歩いても空は曇っているし、苦手なレンズなので撮れ高がなく絶望していました。ふと上を見ると壁の模様と左下に一つだけ明かりが見える感じがいいなと思う場所を見つけました。ちょっと場所を移すと余計なものが見えてしまうので、こんな感じに立ち位置で情報量を調整してミニマルな感じに撮ろうと思います。ここでは角の線の出方に注意しました。窓の角と写真の左下の頂点が重なるようにと、右上の頂点を壁の線が通るようにしました。撮る段階では限界もあるのでトリミングで調整しています。細かいこだわりですが、こういうシンプルな写真ほど線の出方まで気をつけた方がパッと見の印象が良くなると個人的に思っています。今の場所から少し目を移すと何やら特徴的な柱がありました。階段と柱でここにいい感じに隙間ができていたので、ここに人が来るのを待って撮ろうと思います。そんな感じで次はここに枠ができているなと思ってここに人が通るのを待つことにしました。待っている間にふとツイッターとかでたまに見かける黄金比の螺旋を思い出しました。今までなんとなく黄金比を敬遠していたんですけど、一回やってみようと思い立ちました。とはいえ螺旋を目に映し出して撮ることはできないので、ぼんやり頭に浮かべつつ撮ってみたわけなんですけど、動画の編集で実際に黄金比の螺旋を当てはめてみたら案外うまくはまっていて、おおってなりました。ただ黄金比で構図は美しいのかもしれないけど、それでいい写真になるとは限らないのが難しいところですね。ブルーアワーになっている時にバイクのミラーに青い空が映っているのを見つけました。これがいいなと思ったので撮ろうと思います。ミラーを日の丸構図で撮ると右の道路がスカスカになって寂しい感じがしたので、自転車を漕いだ人が通りかかった時に撮りました。ブルーアワーの空とまばらなオレンジの光が補色になっていていいなと思ったので、ここを撮ろうと思います。ということでこうなったんですが、補色動向行った割に空の比率があまりに少ないまま撮っていました。今見ると補色を見せたいのであれば空をもっと入れてもよかったかなと思います。歩いていたらメガネ屋さんのポスターとその裏で作業している人がいました。このポスターに写っている人の上半身と作業している人の足がつながったように撮れるかもと思ったのでやってみます。どうでしょうか。つながっているように見えますか。ちょっと無理がある感じもしますが、見えないこともない、そんな感じになりました。今見るともっと引きで撮れたらよかったなと思います。単焦点で撮るチャンスも一瞬しかなかったのでしょうがなかったということにしておきます。ストリートの写真を撮る人が撮りがちな標識がありました。これをちょっと使いたいなと思った時に奥の光っているところに注目しました。この前を人が歩くとシルエットになるので、それを入れて看板の人のシルエットとのつながりを作ります。ここを通る人の頭が切れてしまうと人のシルエットだと分かりづらくなってしまうので、そこに気をつけました。みずほの看板のところに風景が反射していて面白いなと思ったのでここを撮ろうと思います。みずほのロゴで奥の青木とかファミマを挟みつつ、ここのネオンと人が重なるようにして人をシルエットにしようと思います。みずほのロゴで奥行き感を出しつつ、なんとなく3分割構図になるようにしました。
すぐ近くにある広告のネオンの映り込みの感じが面白いなと思ったので、ここを撮ろうと思います。ちょうど街灯の光が広告の人の目あたりにあったので、人の目に街灯の光を重ねて目を光らせてみようと思います。顔の方にピントを合わせると反射した方がぼやけて目を思ったように光らせられなかったので、反射した方にピントを合わせました。バイクのミラーがちょうどいい感じに左にある道路を映していました。光が強いお店をミラーの真ん中に来るように位置を調整、そのお店の前を通った人をシルエットにして撮ろうと思います。分かりづらいですが、人がここに一応います。あとはミラーを支える棒が壁の線と似ていたので、壁の線の交点にミラーの棒が重なるようにして、棒が壁の線と同化したように見えたらいいなという感じで撮りました。赤い安楽亭の文字が反射しているのを見つけました。ただそこだけを撮っても面白くないので、その近くの違う素材に反射した光を使ってこんな感じに文字が途中から溶け出してしまったような写真にしようと思います。構図はシンプルに縦に2分割して、文字の中心の線もそこに来るようにしました。そんな感じでここのポストに光がいい感じに映り込んでいるのを見つけました。これをどうにか使いたいと思っていたら、ここの四角を枠にしつつ奥のお店の光を使って人をシルエットにできることに気づきました。道路を映すと黒い部分が増えてしまうので、ポストの光の映り込みでそこをできる限り隠しました。あとはこの四角の中に人が一人だけ来るタイミングを狙ってシャッターを切りました。近くに赤い T 字のライトが特徴的なビルがありました。このライトを使って写真を撮りたいと思った時に、赤いものがあったらそれにつなげた感じにしようと思いました。そこでこのライトは周りにある赤いものを探したら、この信号の赤のライトがありました。こんな感じにライトの先端がちょうど赤信号の真下に来るように位置を調整して撮っていこうと思います。本当は T 字も全部入れたかったんですけど、画角的に少し厳しかったのでちょっと切ってしまいました。なのでとりあえずギリギリまで入れて目で追っていくと、実は赤信号に光を注入していたみたいになったらいいなっていう感じです。ということで、こんな感じに金属の歪みで光が面白い感じに映った箱がありました。この模様の感じがいいなと思ったので撮ってみます。なんかそれっぽい写真になりました。実際撮ってみたら動画の方がいい気が。ピントを金属のところから少しずらして撮ってみました。いろんな色の光が混ざった感じが気に入ってはいますが、写真の色がそんなに良くない気もするので、もっといい色が出せるように色彩感覚を鍛えたいと思いました。ということで今回はこんな感じでした。